今回の動画は前回ね引き続きピンとしたいわゆるいい姿勢と、本当に美しい姿勢の違いについてお話ししていきたいと思います。前回はね、ピンとした姿勢ってどういう姿勢でどうしてそうなってるのかっていうのと、それがどうして不調につながっちゃうのっていうお話をしました。で、今回はじゃあ実際にどうしたら力が抜けた美しい姿勢になれるんだろうかっていうお話をしていきます。で、前回の動画でも言ったんですけれども、力を抜いちゃったらこうなっちゃうから力を入れてよく見える姿勢を作っているっていうお話をしたんですね。で、要するに無理にその姿勢を作ってるっていうことなので、無理がなくても勝手にそうなっちゃう体を作るっていうことが大切なんですね。で、じゃあそのためには何をしたらいいかっていうと、これ私の YouTube チャンネルでずっと一貫して言ってるんですけど、もうね、股関節をまず緩めて整えるってことがもう最低限の条件になります。そこができていないと結局他でバランスを取ろうとしてくるんですね。なのでまずはこのね、体の中にある要の部分にある股関節をね、緩めて整えるということと、あとはその部位ですね。例えば肩が内側に入ってるから猫背になるのが嫌だから後ろにグッとつるとかね、これだったら、この部位を緩めてあげるっていうことも大切です。しかし本当のことを言うとですね、きちんと骨盤が自然とね前傾してるとですね、肩はね陰には入ってこないので、本当はここから、そして、そうは言ってもすでにもう凝り固まっちゃってる方はその部位も緩めていきましょうっていうことをやってみたいと思います。では早速ね、股関節から緩めてみましょう。はい、でね、今日はね、椅子に座ったままね、やってみたいと思います。で、こちらのね、YouTube チャンネルでは何回も同じ動作が出てきます。もうお尻歩き、股関節緩める、肩関節緩める、肩甲骨くるくるするって、ハコさんずっと同じじゃないですかって思うと思うんですけど、同じなんです。なぜなら大切だからですね。そこが動かないのに枝葉のことをやっても意味がないんですよね。だからやることは一緒です。なので今日も股関節を緩めます。で、まず何も考えないで座ってみてください。で、多分こうやって開いちゃうとか力抜くとこうなって後ろに行きますっていう方が多いと思うんです。で、これにならないようにこうして、これをこう、あとこうっていうことをやってるんだと思うんですね。私がやってたから分かります、その気持ち。なので、ちょっと力抜いてもういいですよ。こうなっちゃったらこうなっちゃったでいいので、ちょっといい姿勢はちょっと頭からちょっと取り除いてください。いい姿勢しなくていいです。とにかく力を抜いて座って、では力を抜いて座ったらどうなるかやってみてください。いいんですよ、こうでも。今の状態を知りました。抜いたらそうなります。はい、で、股関節ね、動かしていきましょう。で、いつもならね、ちょっとお尻歩きやるんですけど、ちょっと股関節ね、ゆらゆらしてからやりたいと思います。でね、こうやって片足を出して、見えてるかな、片足を出して、で、力抜いてくださいね。ここの股関節が、ね、ここにあると思って、この足の付け根からブランブランって、ブランブランって、で、これ力を抜くと動かない方はこう足先でこうやれたくなる方いると思うんですけど、抜いといてください。この付け根からこう動かす感じ。あと力技でこうやらないことですね。この辺の力を使って全部を動かすと中だけね動くっていうのが難しいので、力を抜いてブラン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 やってみてください。はい。実はこれだけでもね、私こっちの肩下がってると思いますけど、力が抜けるんですよ。股関節ね、動き出すと。反対もやりましょう。ブランブラン。
があって、そこからこうくるくるんって回してるイメージでいいです。で、いやそうは言っても指でこうやって頑張らないと動かないとか、お尻浮いちゃいますっていう方はもうね、文字通りもう手でもみもみこの辺緩めてからやった方がいいと思います。固まっちゃってると思うので、股関節の周り手で緩めてからやってください。はい。でもね、これすでにもう私座るとさっきねこうなりそうだったのがこう、ね、勝手にこうちょっと起きてくる、こうつらなくても勝手にこれがくるって起きてくるね感じがちょっとします。はい。でそしたらちょっと椅子の前の方に座って、で足ちょっと開いて、座骨ってね、このゴリゴリしたお尻のねこの骨で座面に、ね、座ります。そしたら片方の座骨上げて、反対、ね、座骨でお尻で歩きましょう。でこの時に座面からちょっとねお尻上がるだけでいいです。こんな頑張って上げたりとか、こうなんていうんですか、このかかとでコントロールしたりしないで、ただこうです。お尻が浮くだけで大丈夫です。はい。でそしたら今度骨盤を後ろにわざとね倒します。で分かりやすく私は横向きますね。はい。じゃあお尻をね骨盤から倒していきます。はい。起きて今度骨盤を前に倒します。でこの時にこう背中がこう、ね、丸くならないように骨盤を前傾させていきましょう。はい。 OK です。座ってみてください。もう私今くるんってこう骨盤が前に来ていて、で足が力抜いてもパカっていく感じはしないんですよ。皆さんどんな感じします？あ、さっきよりなんかくるんって背中が勝手にこれがねこうなってたのが、なんかちょっと勝手にこう行きましたっていう感じがしたりとか、あとは足がこうパカって開いてたのに、なんかちょっと閉じやすい感じがしますって、力抜いてですよっていう感じがすると思います。で、しませんっていう人は股関節多分本当にね固まってる状態だと思うので、もう丁寧に動かしていくね必要があります。はい。まずここまでねちょっと体感してもらいました。で次ね、ここですよね。これはね本当はこれがこうなると勝手に肩の位置でここからこれ開いて自然とね横に来る予定なんですけれども、もうここが固まっちゃってると、せっかく骨盤だったのにここだけインに入ってますっていう方もいると思うので、もうこれは簡単にくるくるで緩めましょう。くるくる、この辺ね、ここの肩と胸のここね、くるくる間のとこね、ここから寝てください。ほらね、緩めます。で手を上げると緩めた方がね上げやすくなると思います。で肩は勝手に開きます。でやってない方がまだちょっと、ね、肩が内側向いてます。反対もね緩めましょう。これなんていうんですかね、って頑張ってとかじゃなくて、固まってるところを緩めてあげればいいんです。はい。今やったことってまだ肩甲骨もやってませんからね。股関節緩めて肩のこの根元のところをね緩めてあげただけです。これだけでもう随分楽に力を抜いて座っているのに、なんか骨盤立ってる、肩開いてるみたいな感じがねすると思うんです。でここにまたさらに肩甲骨くるくるとかね、他の動画で紹介してるのでぜひ見ていただきたいんですけれども、肩甲骨くるくるしたりとかですね、いろいろね首筋緩めるとかね、なんかいろいろやると、いや力抜けてるけどきれいに座れてるっていうことに気がつくと思います。でもう一個
してこうやって頑張って作ってたわけじゃないですか。そうすると脳がこう頑張ることって素晴らしいみたいにインプットされてるんですよ。で今は力抜いても綺麗な姿勢って鏡見たり映像見たら分かるんです。でも目を閉じるとこうなってる気がするんです。力が抜けてるって。で、あ、ダメダメ、努力してきたじゃない、あれが正しいのよ。で戻そうとするんですよ。なので今は力が抜けて、あ、綺麗な姿勢になったなって確認できても、なんかちょっと動いて、はい、もう一回座ってくださいって言うとまたこうやって戻してくるんですよ。こっちが正しいみたいな。で、私はこっちが正しい、いいえ、大丈夫っていうその脳の変換ですね。この葛藤みたいなのが結構長く続きました。なぜならこの作ってきた姿勢を作ってきた期間が長いからですね。もう20年とか30年とか頑張ってそれを作ってきたので、それがいいことですっていうのがインプットされてるので、力入れなくても綺麗な姿勢になるんだよっていう風にこう変換するまでですね、時間がかかりました。こう画像を見ると抜けてても綺麗な姿勢だなって思うんですけど、こう見ないと絶対今こうなってるって思って、ダメダメって思ってこう戻すっていうことをやってました。なので特にダンスされてる方とか、人前に立つお仕事されてる方とか、こうピンが美しい、いいことだって思ってる方は変換に時間がかかります。癖が強いので。でもそれ仕方がないことなので、今日はまず力を抜いても綺麗な姿勢ってなれるんだ、体が整ったらほっといても綺麗になってるよね、じゃあ頑張らなくても大丈夫っていうのを知ることからスタートできたなと思っていただけたらと思います。ちょっと長くなっちゃいましたね。今日は姿勢編でしたけど、これ動きもね同じなんですよね。ストレッチとかエクササイズの頑張ってやったことがかえって不調の原因っていうことがね、あるので、またねそちらも動画撮っていきたいと思います。でためになった、分かりやすいと思ったらね、ぜひチャンネル登録ねしていただけると嬉しいです。で、本当は会いに来ていただけるとね一番分かりやすいですね。やっぱり対面でやるとどうしてそうなっちゃってるのかなっていう癖がやっぱり分かりやすいですね、私も。なので本当にね自分の状態を知りたいという方はね、ぜひね、セミナーとかレッスンとか、ヨガの先生とかね、インストラクターの方なんか個別相談もやってるので、ぜひ私もインストラクターですけどピンとしてました、そして生徒さんにいい姿勢作りましょうって教えてましたっていう方はぜひ会いに来てください。私もそうだったのでお気持ちよくわかります。